皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は8月14日第49回目です。本日のテーマです。憲法9条を歪にした吉田茂元首相です。本日のポイントです。朝鮮戦争勃発後、アメリカの方針が変わりました。これまでの日本弱体化政策を変更し、日本をアジアの共産主義に対する防波堤と考えました。朝鮮戦争によってアメリカだけでアジアを守れないと知ったからです。そこで憲法9条には自衛権があると主張し、再軍備を要求しました。しかし吉田はそれを拒み、アメリカの駐留を恒久的なものとしました。今日のように日本がアメリカの属国のような状態を作りました。独立国となる機会を潰したのです。日本人とユダヤ人はとても似ている共通点と同時に大きく異なる点があります。こと安全保障に関する考え方は大きく異なる点でしょう。そこでイスラエルの歴史から日本の安全保障に対する考え方を検証するのは有益ではないかと思います。ここからはウィキペディアによります。イスラエルの視界のほとり、砂漠にそびえる切り立った岩山の上に、紀元前120年頃、マサドと呼ばれる天然の要害が建設され、ヘロデ大王が離宮、別荘として改修しました。山頂へは、蛇の道と呼ばれる細い登山道が一本あるのみ。周囲は切り立った崖で、難攻不落と呼ばれました。数年分の食料と水が貯蔵されています。ローマ式のサウナ風呂がありました。また、ヘロデ王の離宮として復元模型です。なんと贅沢なことでしょうか。紀元66年、ローマ帝国に対してユダヤ人が決起し、ユダヤ戦争が勃発しました。紀元70年、ローマ軍団によってユダヤ側の本拠地であったエルサレムが陥落しました。ユダヤ人集団967人が包囲を逃れ、このマサダに立てこもりました。視界が見えます。塩分が濃くて体が浮くことで有名です。これは私が30歳頃訪れた時の写真です。足元は潮が堆積して岩のようになっています。籠城側は兵士のみでなく、女性や子供も含まれていました。15000のローマ軍団が周囲を包囲し、2メートルの壁で囲みましたが、さすがのローマ軍も攻撃を寄せ付けないマサダの厳しい地形に攻めあぐねます。やがてローマ軍はユダヤの捕虜と奴隷を大量動員して土を運び、山の西側の崖をそっくり埋めて突入口の建設を開始します。ユダヤ側は収容に防戦しましたが、2年がかりで山腹は着実に埋められ、やがて陥落は目前となりました。敗北が確実となったある日、指導者たちは集まって今後の方針を協議しました。抵抗を続ければ全員が殺され、降伏すれば全員が奴隷となるのが当時の習慣でした。AD73 年5月2日、ローマ軍部隊は完成した侵入路を通り、城内に突入します。ローマ兵は死に物狂いの抵抗を予想していましたが、意外にも防戦する者は一人もいなかったのです。奴隷となるより死と突入の前夜にユダヤ人は全員が集団自決していたのです。ユダヤ戦記という歴史書には、穴に隠れていた2人の女性と5人の子供だけが生き延びたと伝えています。マサダ陥落によってユダヤ戦争は終結しました。ユダヤ人は世界中に離散し、迫害を耐え抜きました。ついに1948年、
独立を勝ち得たのです。イスラエルの独立宣言をする初代首相、ベングリオンです。今日、イスラエル国防軍の入隊宣誓式はこのマサダで行われ、マサダは再び陥落せずと唱和し、民族滅亡の悲劇を再び繰り返さないことを誓います。マサダに立てこもったユダヤ人はどんな気持ちで再起を迎えたであろうかと、私はこのマサダに立って考えました。エルサレムの都は焼かれ、民族は離散し、残るは我々だけとなった。しかも間もなくここも陥落し、イスラエルは国家としてこの地上から姿を消す。無念の一言です。しかし彼らには神との契約がありました。神に背いた呪いとして離散がある。しかし悔い改めの祝福として回復もまた約束されている。契約の民と呼ばれるゆえんです。その箇所をお読みします。イスラエルの指導者モーセが神の言葉をその民に語り継げました。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日、私があなたに命じる通りに、あなたも、あなたの子供たちも心を尽くし、精神を尽くして、御声に聞き従うなら、あなたの神主は、あなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中から、あなたを再び集める。旧約聖書新明記30章。彼らは回復の夢を抱き、ユダヤ民族の誇りを後世に伝えようと考えました。ローマの捕虜となって恥ずかしみを受けるより、民族の誇りを敵国ローマに見せつけ、そして後世に語り継がれることを願いました。それで食料がまだ十分あることを示し、栄誉ある死を選んだのです。現代、国の最も大切な国防を担う入隊式をここで行われていることに大きな意義があります。そしてマサダの誓いをするのです。イスラエルは周囲アラブ諸国に囲まれ、緊張の連続です。徴兵制が敷かれ、若い女性も兵役につき、自動小銃を持っているその姿に驚きました。自分たちの国は自分たちで守る。また命を懸けてでも国を守ろうとした先人の志を決して忘れることなく、愛国心を育み続けています。この視点に立って、私たち日本の戦後の安全保障について考えてみたいのです。ここからは、吉田茂という藩政、荒健一、杉原誠志郎教著、従者発行、それに百田直樹の日本国憲法も参考にさせていただきます。日本国憲法は、占領軍において25人で7日間で仕上げられました。天皇とともに内閣総理大臣兼外務大臣吉田茂の名が記されています。昭和21年、1946年2月13日に日本側に押し付けられたのです。日本が求めた唯一の条件、天皇制の維持を保障した反面、日本を世界で初めて非武装国家にしようと固守し、それを押し付けました。これはマッカーサーによるものでした。彼にはフィリピン戦で日本軍に敗北した積年の恨みがありました。二度とアメリカに立てつくことのないように約束したのです。これを絶対に日本人に気づかせないように厳しく検閲体制を敷きました。この写真は朝鮮戦争で人選上陸作戦を指揮するマッカーサーとホイットニーです。GHQ が新憲法を押し付けたとき、同席したこのホイットニーは、
この憲法案を受け入れなければ天皇の安全を保障できないと脅しました。米国内では天皇の処刑を求める声が高いことも伝えた上でのことでした。脅しですね。それでは現行憲法はにわかしたての借り物憲法であることがはっきり分かっていたのに、未だ改正できないのはなぜでしょうか。昭和25年、1950年6月、米国のダレス国務長官が来て、再軍備をしろと強く迫りました。しかし吉田は憲法9条の条文を盾に、それを拒否しました。GHQ 統治下の内閣として、日本が占領解除されて再び主権国家、独立状態になれば、軍事力を備えるように憲法を改正する。これこそ GHQ 統治下の内閣の吉田の最後の仕事でした。しかし吉田は憲法改正に向けて全く動こうとしなかったのです。昭和25年、1950年6月25日、朝鮮半島では朝鮮戦争が始まりました。戦争は再び起こり得るということを日本国民は如実にしたのです。当時吉田は再軍備は国民も支持しないと言っていましたが、当時国民の世論は決して再軍備反対ではありませんでした。朝日新聞の世論調査では、自分の力で自分の国を守るために軍隊を作らねばならんという意見に賛成か否かを問われたときに、賛成が71、反対は16、わからないは 13% でした。この時、真剣に取り組めば、明らかに憲法改正は可能でした。この最大の好機を逃したのです。一国の首相としては明らかに失格です。再軍備拒否をしたため、日本は不平等な日米安保条約を結ばなければならなくなりました。日本が自らアメリカの植民地のような位置づけになったのです。戦力を持ち、独立国家として新しく歩むべきでした。日本は戦争に負けて、外交でさらに負けて、自ら日本を植民地としてアメリカに差し出したと言うべきでしょうか。実は占領軍は憲法改正を検討するよう命じていました。マッカーサーが昭和22年、1947年1月3日付で憲法改正を検討するように吉田首相に書簡を送りました。その抜粋です。日本人民が憲法に再検討を加え審査し、必要と考えるならば改正する。また全面にして、かつ永続的な自由を保障するために、施行後の初年度と第2年度の間で、憲法は日本の人民並びに国会の正式な審査に再度付されるべきものであることを連合国は決定した。もし日本人民がその時点で憲法改正を必要とするならば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくは何らかの適切な手段をさらに必要とするであろう。還元すれば、将来における日本人民の自由の擁護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに、将来疑念が持たれてはならないと考える。連合国の態度をお知らせする。これは GHQ の押し付け憲法だと言われないようにとの配慮が込められています。憲法改正は日本側の実は義務でした。その責任を吉田は放棄したことになります。今日私たちが抱いてきた押し付け憲法というのは一部誤解であったのです。日本国民も憲法改正を望んでおり、国際情勢も朝鮮戦争でそのような機運の中にあり、連合国もこれを要求したにもかかわらず、この好機を逸したのです。
彼の占領期の政策は原理的に言えば護憲、つまり憲法を守ることと非武装の政策です。これは日本共産党と同一の政策です。吉田は日本共産党と同じ政策を占領期に取り、日本を基本的には弱体化した政策を取りました。吉田自身は強烈な反共主義者ですが、共産党と同じ政策で日本を破壊したと言えます。憲法が施行されてから76年間、世界と日本の社会情勢は劇的に変化しました。それなのにこの憲法を絶対不変なものとして、これを守ることのみに執着するのは、単なる憲法の番犬に過ぎません。最近、憲法第9条にノーベル平和賞を受賞させよう、世界遺産に登録させようという動きがあります。この運動の目的は、第9条を改正できないようにすることです。この運動の後ろには、実は韓国の団体があります。2014年4月12日、朝日新聞は、韓国の識者らが18日、ソウルで記者会見し、日本の憲法9条をノーベル平和賞に推薦する署名運動を始めることを明らかにしました。日本国内での平和憲法を守る動きと連帯し、来年度の平和賞を目指すと報じました。日本の弱体化を目論む韓国の意図が働いています。ここに日本の平和主義者と呼ばれる人々が乗せられているに過ぎません。戦争放棄を唱え、自衛のための戦争すら拒むとき、国が滅びることは誰でもわかることです。憲法9条が未だ改正できていないのは、反日勢力が世論を操作し、これを拒んでいるためです。8月15日は終戦記念日です。アメリカ軍の圧倒的な兵力の前に、日本の北でも南でも玉砕を遂げたたくさんの日本兵がいたことを忘れてはなりません。戦争末期、アメリカの艦隊めがけてゼロ戦が突撃を繰り返し、若い日本兵が国のために命を捧げました。これらの先人の貴重な死を、一部では犬死ねであった、ヒステリー状態にあったとまで揶揄しています。恥ずべきことです。マサダで最後を遂げたユダヤ人の抱いた思いと、玉砕を遂げた日本兵の思いを、私は二重写しに見えるのです。967人が15000の最強のローマ兵に囲まれた状況は、圧倒的兵力に囲まれた日本兵と同じ状況でした。勝てる見込みのない戦い。しかし最後まで勇敢に戦い、日本本土の攻撃を少しでも遅らせ、国と愛する家族を守ろうとした愛国心は長く語り継がなければならないと思うのです。これこそ民族の誇りではないでしょうか。マサダはユダヤ人にとって愛国心と勇気の象徴です。日本では真っ先に硫黄島の戦いが挙げられます。その他にもたくさんの戦いが挙げられると思います。原爆投下と終戦の日を記念するなら、同時に硫黄島の戦いを記念すれば、日本人の愛国心は目覚め、戦争の意義を知ることができるでしょう。一方、戦後の日本は自国の防衛をアメリカに依存し、経済活動に専念した結果、世界第2位あるいは第3位の経済発展は遂げましたが、しかしその代償はあまりにも大きかったのです。防衛の意識も愛国心も薄れ、日本人としての誇りも失われていきました。マサダの誓いと照らし合わせるとき、改めて我が国の異常さに気づきます。自分の国は自分で守る。この当然の責任を放棄した結果、民族の誇りが失われるとき、国家そのものが滅亡の瀬戸際にあると私は思います。今日のアジア情勢はそれを如実に
語っています。皆様はどのようにお感じになられるでしょうか。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは民族の誇りでした。それではお知らせです。次回50回目、ちょうど節目になります。8月21日土曜日で。テーマは、果たしてアメリカは日本を守ってくれるのか。この問いは日本人の関心が非常に高い問題です。国の安全保障に関わるからです。その答えは明確です。イエスであり、ノーです。つまり、アメリカの国益になるならイエス。損なるならノーです。あくまでアメリカファーストです。この点についてアメリカはブレることがありません。日本が妙に期待しているから混乱するだけです。これが国際社会の常識です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。